いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬にブリを確実に狙うための走る魚の理屈についてお話ししていきます。まず今回の結論です。冬のブリは海の中で最も条件に正直な魚です。水温、潮、ベイト、この3つが揃った1本の走行ラインだけを通ります。冬の攻略は場所選びではなく条件を絞ることが全てです。それでは本日の目次です。冬の海が作る走行レーン、ベイトの逃げ場と外側の捕食軌道、冬特有の誘い、強、弱、魔の黄金比、食わせの決定打となる失速の瞬間、一瞬しか来ない冬の試合。それでは本題に入ります。冬の海が作る走行レーン。冬のブリはどこでも泳ぐわけではありません。海の中には水温差、塩分濃度、流速の違いによる密度差の境界が生まれます。この境界こそが冬のブリが走る一本のレーンです。例えば水深によって上層が11度、中層が12度、低層が13度という状態。このわずか1度の差が冬のブリにとっては大きな意味を持ちます。冬の青物は動ける範囲が狭く体力を無駄にできません。だからこそ最も抵抗が少ない安定した密度の層に沿って回遊します。上級者ほど地形ではなく水の密度差を読んでポイントを決めます。ベイトの逃げ場と外側の捕食軌道。冬は小魚の動きも鈍くなります。冷たい潮が入ればベイトは暖かい層に逃げ込みます。するとベイトの群れはたまりを作ります。ブリはその外側を回り込み、群れを縁取るように追い込みます。これが冬の青物に特有の捕食軌道です。つまり釣り人が狙うべきは群れのど真ん中ではなくベイト群の外側のラインです。ここを通せるかどうかで冬は釣果の差が大きく出ます。冬特有の誘い、強、弱、魔の黄金比。冬のブリは夏のように全力で追いません。追える距離も短く、追うスピードも遅くなります。だからこそ誘いには強、弱、魔、この3つが必要になります。強で気づかせ、弱で近づかせ、魔で食わせる。冬はこの魔が全てです。ただ巻きのテンポ、ロットの戻し幅、ジグの失速、その一瞬を作れたとき、冬の青物は口を使います。食わせの決定打となる失速の瞬間。冬の青物は速い動きではなく止まりかけの瞬間に反応します。ジグが潮を受けて減速し、ヘッドの角度がほんの少し変わる瞬間、ここが最も食われます。ブリは下から見上げる角度で獲物を見るため、動き出しよりも失速の瞬間を見逃しません。ストップではなく失速させる。これが冬の食わせの核心です。一瞬しか来ない冬の試合。冬は長い試合がありません。大型ほど動く時間は短くなります。狙うべき瞬間は次の3つです。潮が動き始めた直後の一瞬、風が止んだ瞬間、反転流が生まれた時、特に潮止まり直後の30秒は上級者が最も警戒する瞬間です。冬の青物は時間ではなく瞬間で食う魚です。今回のまとめです。今回の極意は5つでした。密度差で決まる走行レーン、ベイトの逃げ場と外側の捕食軌道、強、弱、魔の誘い、失速の瞬間、一瞬だけ訪れる冬の試合。いかがだったでしょうか。冬のブリは動き続ける魚ではありません。条件が揃ったラインだけを回り込み、チャンスが来たその一瞬だけ捕食を行います。冬の青物は技術よりも読み、パワーよりも魔、速さよりも静けさ。この季節だからこそ見える世界があります。冬の海をどうか味わってください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画が良かったら評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。